今回は、バイクですね、ハーレーの、1号機で、キャンプに行ってみようと思いまして、阿蘇方面に向かっております。で、最初にですね、草千里の方に、行ってみて、キャンプ場が開業する前に、時間がありましたので、こちらの方で、時間を潰しております。で、場所はですね、阿蘇ですね。阿蘇の、国定公園の中にある、草千里、こちらの方ですね。通称草千里って、私なんか言ってるんですけど、草千里ヶ浜っていうのが正式名称で、約3万年前ぐらいに、形成されたみたいです。で、このちょうど、写真の奥の方ですね、これが阿蘇の火口になります。で、こちらも、現在も、活動してますね。この Google 写真では煙は見えてませんけど、私が行った時には煙は出てました。それで昼食なんですけど、草千里のですねレストハウスで、そこでタイピーエン、熊本名物のタイピーエンを、いただきました。昼食後はですね、草千里の方にちょっと初めて私歩くんですけど、こちら、歩いてます。で、バイクの積載量限られてますんで、今回もジンバル持ってきておりません。で、ブレてますけどご了承ください。今ですね、草千里に着きました。で、ここを歩くの私実は初めてなんですけど、今日初めて歩いています。で、前回来た時ですね、入らなかったんですけど、こういった緑もなくてですね、もう枯れた草の状態でした。いやー、素晴らしいですね。素晴らしい景色です。見えますかね。せっかくですので、水の方までですね、歩いてみたいと思います。これ湧き水じゃなくてですね、雨水が溜まっているもので、風がない時はですね、この水の、波というか、模様がですねなくて、山が水面に映っているような写真が撮れるみたいです。それと地盤がですね、水の周りは緩いと思ったんですけど、比較的しっかりしてて、歩けるような状態です。しかし今日はとても天気がいいですね。梅雨の中休みというか、梅雨入ってるんだろうかという感じします。空気もさっぱりしてまして、気候もですね、ちょうどいいぐらいです。キャンプ場向かうんですけど、というかここでキャンプしたいんですけどね、ここできないんでしょうね。とてもいいですね、ここ素晴らしいです。キャンプ場のオープン時間ですね、もう過ぎましたので、防虫キャンプ場、本日の宿泊地に向かってみたいと思います。防虫キャンプ場は、同じ国定公園阿蘇山のですね3合目にあります。ここは私もちょっと初めてですね。隣のキャンプ場には来たんですけど、ここは初めて、訪問しました。キャンプ道具を積んでのバイクですね、その進入路は今カーソルの通りにですね、入ってきますと下が凸凹していませんので、比較的安全に入れます。で、今回、宿泊テント張ったとかですね、この辺になります。それとですね、悪いのがこの辺りですね。このコーナーあたり、もう道がボコボコでですね、もう多分バイクで荷物積んでると、転倒するんじゃないかというぐらいの凸凹さになってます。昨
基本的にテントサイトに行く道は、砂利道になってます。ですので、砂利道苦手という方がいるんですけど、特に気をつけてですね、入っていただけたらなと思ってます。今回私が乗ってたバイクはですね、荷物乗せると大体400キロぐらいあるんですけど、かなり不安定な状態でした。で、サイトもですね、基本的に勾配ついてます。だいたい約 8% ぐらいの勾配がついてるんじゃないかなと思います。到着後はもう、テント、早速張ってですね、張り終わったらビール、これうまいですよね。汗かいた後のビールはとてもうまいです。設営も終わってですね、ちょっと落ち着いたので、次の遊びの道具用意しまして、ドローンですね。ちょっとドローンで、上空からですね、このキャンプサイトの状況を把握したいと思います。今回使用したドローンは、DJI の Mavic Air という、小型でですね、バイクで、持ってきてもあまり荷物にならないような大きさのものです。で、風もほとんどなかったので、順調に飛ばすことができました。山の向こうがですね、先ほど言いました草千里ヶ浜、草千里ですね、そちらの方向になります。それと、こちらのキャンプ場はですね、基本的に木陰がありませんので、タープとかですね、シェルタータイプのテント、そちらがないと、日中は厳しいかなと思います。今回私は木のですね下、もう多分そこしかないだろうというところ、木の陰にずっといたんですけど、夕方西日の方はですね確実に当たってましたね。この右上のサイドがですね、これが山からの風が、防げるという、唯一のポイントかなと思います。ただ山がちょっと見えないですね。景色悪いかもしれません。このような感じの、キャンプ場です。で、景色はですね、かなりいい方だと思います。このキャンプ場の近くにですね、車で10分ぐらいですけど、そこにはコンビニとかですね、ホームセンター、スーパーマーケット、ガソリンスタンドとかありますんで、そちらで食材とかも、調達できると思います。で、ここのキャンプ場にはですね、薪とかジュースも何も販売しておりませんので、そちらの、スーパーとかそちらで調達してですね、来られるのがいいと思います。夕食はですね、いつもながら、一人バーベキューで、肉を焼いております。で、このホルモンがですね、最高に美味しかったです。夕食後はですね、ランタンの明かりを見ながら、いつものナッツとワインですね、をいただきながらまったりと、夜を過ごしておりました。そんな感じで、防虫キャンプ場の、ソロキャンプですね、終わりです。ありがとうございました。